皆さんおはようございます。時刻は午前6時半。4日目の今日は広島県福山市から海沿いに東へ進み、兵庫県の神戸を目指します。明日5日目は金沢に帰宅するだけなので、本動画が中国・四国ツーリング最終回となります。今日も快晴でツーリング日和。まずは東へ 40km、 岡山県倉敷美観地区へ。今回のツーリングベタな観光地ばかりですが、私自身初めての土地ばかりなので有名どころを選んでいます。小1時間走り、倉敷駅手前まで来ました。駅前の二輪車置き場に止めさせてもらい、美観地区のある駅の反対側に行きます。来たぞ倉敷。駅前を少し歩き、近道と書いてあったアーケードの方へ。アーケードを抜けて少し歩くと雰囲気のある通りになってきました。駅から歩いて15分ほどで到着。歴史を感じる像作りの建物が並んでいて、歩いていて楽しいですね。道中に気になる看板があったので右折。一面の赤レンガ。やってきたのは倉敷 IB スクエア。倉敷紡績所の工場を記念館やホテルに改修した施設であり、ツタが絡まる赤レンガからは明治時代を感じることができます。中庭はビアガーデン会場に。バイクツーリングの欠点は道中でお酒が飲めないことですね。中庭の端の池には亀がたくさんいました。正門から入るとこんな感じ。中のお土産屋さんは朝8時からやっていたので、朝ごはん代わりに名物のクリームパンを。 IB スクエアを後にして柳並木のある倉敷川沿いへ。水面に映る柳が綺麗ですね。大きな白鳥を見つつ美観地区を後にします。倉敷とお別れし、次の目的地は兵庫県姫路。姫路城を目指して東に進みます。バイパスと高速を使って神戸方面へ。1時間ほど走り、兵庫県に突入。山陽姫路西で高速を降り、姫路市内を走っていきます。倉敷で歩き回ったせいか疲れていますが、あと少し頑張ります。倉敷から約2時間、姫路城がようやく見えてきました。バイクは大手前公園地下駐車場に停めます。バイク1日1回500円、有名観光地なのでちょっと高いですね。ただ路上駐車するわけにもいかないのでやむなし。気を取り直して国宝姫路城の見学へ。これが今旅行で最後の城見学です。広場だけでも今まで見てきた中で圧倒的に大きいですね。早速天守見学のチケットを買いにゲートへ。チケットを買い中へ入ります。1000円はちょっと高いですね。近づいてみるとやっぱり圧倒的ですね。天守内部に入る前に靴を脱ぎます。ライディングシューズのまま来てしまったので大きい荷物になってしまいました。サンダルに履き替えてくればよかったです。天守内部の大きさはやはり別格で人も多いですね。この存在感のある柱は地階から6階までを1本で貫いている灯台柱。規模感が違いますね。
最上階の広さもやっぱり大きい。人が多くて外の景色が見れなかったのが残念でした。この模型からも姫路城とその城下町の大きさがうかがえますね。一通り見てから内部の見学は終了。見学コースはあと少し続きます。白露城と青空、最高のコントラストですね。狭間のデパートのような道を進んでいき、お菊井戸に有名な怪談話ですが、その井戸が姫路城内にあったのは知りませんでした。井戸を後にして各時代ごとのシャチの展示に、意外とインダストリアルなんですね。最後にスタンプも押して見学は終了。大満足です。お昼は城の前の千姫茶屋というお店でしらす丼をいただきます。生姜醤油で食べる姫路おでん。城の形をしたこんにゃくが可愛いですね。ごちそうさまでした。お腹も満たされたところで次の目的地は須磨浦公園。2号線沿いに東へ1時間ほどの移動です。須磨浦公園は今までのようなメジャーな観光スポットではありませんが、どうしても乗ってみたかった乗り物があるので今回の旅行に組み込みました。明石西から台に名神に乗り、統計135度の4号線を越え進んでいきます。須磨料金所で高速を降りて山陽須磨の駅前まで来ました。この駅の正面、進行方向左手には JR の須磨駅が向かい合っています。そうこう言っているうちに須磨浦公園に到着。バイク専用の駐車スペースもあり、1回200円で止められます。ここは山陽電車と須磨浦ロープウェイの駅になっており、今回は電車の改札横の階段を上りロープウェイに乗っていきます。行きに乗るのはピンクのやまびこ号。山頂には遊園地があるのでソロで乗っていたのは自分一人くらいでしたね。ロープウェイの下を電車が通り過ぎていく景色が見れるのはなかなか珍しいのではないでしょうか。定刻になりロープウェイは八伏山の上駅を目指して発車します。ロープウェイからは神戸市街と真っ青な大阪湾が一望できます。ロープウェイを降りて乗り継ぎをするのですが、本当に乗りたかったのは次に乗るこれ、カーレーターです。乗り心地の悪さが評判だというこの乗り物。ゴンドラは2人乗り。贅沢に1人で乗らせていただきます。棒に捕まって乗り込みます。乗車早々から結構揺れる。このカーレーター、急な斜面をベルトコンベヤーの上のゴンドラに乗って登っていくといった感じでしょうか。振り返ると落っこちてしまいそうな急斜面で大阪湾。5分とかからないで終点に到着。行きは意外と揺れませんでしたね。帰りが楽しみです。これを見ていると昔はスキー場にも使われていたみたいですね。現在は全国でここ須磨浦公園にしかありません。カーレーターを降りてすぐ前にある展望閣へ。3階には回転展望喫茶が。
昔はこのような施設がたくさんあったそうですが、時代とともになくなっているそうで、ノスタルジックな体験ができる場所になっています。屋上の左手には神戸市街が、右手には明石海峡大橋と淡路島が見えます。初日にはあの橋を渡って四国に行ったのだなと思うと感慨深かったです。気を取り直して帰りのカーレーターに乗車。帰りのカーレーターは結構怖い。楽しげな音楽とは真逆に結構スリリングです。あっという間に終点に差し掛かりますが、実はここが一番の揺れるポイント。最後の最後で笑ってしまうくらい揺れて面白かったです。ありがとうございました。カーレーターを満喫したところで、次は神戸の中心部へ。ポートタワーやメリケンパークを見に行きたいと思います。20分ほど走り、神戸駅南駐車場に到着。神戸駅からメリケンパークまではショッピングモールを通り抜け、おしゃれな通りを進んだ先にあります。このテラスからは港が一望できますね。少し歩いてカモメリアのターミナル前まで来ました。光が差し込む雲とポートタワー、ここまで歩いた甲斐がありました。神戸土産にこれを買って終わります。チェーンの具。メリケンパークを後に時刻は18時を過ぎていますが、まだまだ行きます。次の目的地は有馬温泉。日が沈み切る前に何とか着きたいですね。トンネルを抜けると突然の大雨。一刻も早く温泉に浸かりたい。幸いにも雨は通り雨で有馬温泉まで無事到着。お盆なのでとてもにぎわっていますね。バイクを止め、やってきたのは太閤の湯。とてもいいお湯でした。ゆっくりしていたら気づけば9時を回ってしまいました。遅くならないうちに神戸元町の快活クラブを目指します。今までは郊外の駐車場付きの快活ばかりでしたが、今夜泊まるのは駅前の都市型店舗のため、元町駅近くの高架下バイク駐輪場に駐車します。今日の宿、せっかく近くまで来たので元町中華街へ。10時半なのでお店はほとんどやってなかったですね。そのまま歩き続けて気づけばメリケンパーク。夜の方が雰囲気があっていいですね。今日は欲張っていろいろ行きましたが、明日は最終日。ゆっくり休むとしましょう。お疲れ様でした。おはようございます。長いようであっという間に今日が最終日。帰路に着く前に少しだけ寄り道をしたいと思います。これから行くのはポートアイランドです。長い海中トンネルを抜け、ポートアイランドに上陸。朝ごはんはポートアイランドのデイリー山崎でパンを買って食べます。そしてわざわざここまで来たのは
これを見るため昨日のメリケンパークの方は人が多くて写真が撮れなかったので、こちらでリベンジ。いい思い出になりました。いよいよ本当に帰らなくてはなりません。さよなら神戸。その後の帰り道は琵琶湖大橋を渡って湖西を走り、妹子の里に寄ってピザコーラと特大みたらし団子のシガマンスセットを食べ、琵琶湖を眺めながら帰ります。その後も走り続け、加賀 IC まで戻ってきました。4日前ここで給油したのが懐かしいですね。そのまま1時間ほど走り、金沢まで無事帰ってこれました。ということで今回の中国・四国ツーリングの動画は以上となります。最後まで見ていただき本当にありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。さようなら。